物仕立て早々です。今回はこちらの名古屋帯を使って簡単に作れるバッグを紹介します。古い着物や帯がたくさんあるお家には使わなくなったこのような名古屋帯1本はお持ちではないでしょうか。リサイクルショップなどでもこういう感じの古い名古屋帯は安く売っていると思うので、リメイク初めての方も挑戦しやすいと思います。お裁縫苦手な方でも作っていただけるように簡単なバッグの作り方にしてみました。ぜひ試してみてください。まず最初に名古屋帯というものを説明します。名古屋帯というのはこのように三角に折れていて、帯の幅が途中から半分になっているこのような帯のことを言います。お太鼓になる柄のここの部分を使ってバッグを作ります。早速裁断をしていきます。帯の三角に折れているところを裁断します。三角の下まっすぐのところをこのようにして切ります。分厚くて切りにくい方は先に切り込みを入れて1枚ずつ切ってください。中には帯芯が入っていると思います。一緒に切ってしまいます。次にお太鼓の端っこを切り落とします。ここは3センチから5センチぐらい中に縫い代が縫い込んであって分厚いので、そこよりも少し大きめのところで切ると切りやすいです。中に帯芯が入っています。帯芯は縫い代に仮留めがしてあるので簡単に取ることができると思います。帯芯を外して脇縫いをついでにほどいておきます。先ほど切った切り口がきれいにまっすぐ切れていないときは、ここでまっすぐ線を引いてきれいに切り揃えておきます。柄のある方のものを表布に、柄のない方の布を中袋にしてバッグを作っていきます。アイロンで脇の折り筋を消しておきます。アイロンの温度は中くらい、蒸気を出してかけておきます。バッグの口の縫い代を先に折り返しておきます。裏側に2センチ折り返すようにします。表を2箇所、裏を2箇所、合計4箇所折っておきます。バッグの脇縫いは先ほどほどいたところと同じところを縫います。縫い跡を見てまっすぐ縫えなそうな方はこのようにしてチャコで線を引いておいてください。そのまま縫えそうな方は印をつけなくても大丈夫です。持ち手は半分に折れた胴の部分から取ります。柄のない方から50センチ裁断します。布端は縫い代が重なっていて分厚いので3センチほど切り落として、そこから50センチのところで印をつけて裁断します。帯が半分の幅になっているところは片方が輪になっていて片方は縫ってあるので、こちらの縫い目をほどいていきます。アイロンで折り筋を消しておきます。表と裏
がわからなくなりそうな帯なので、裏の方に茶こでこのようにバッテンを振って印をつけておきます。長い方を横に向けて3等分にアイロンで折ります。アイロンを上からぎゅうぎゅう押し付けて動かすと当たりになってテカテカしてしまうので、アイロンは上から乗せて上から体重をかけるようにします。アイロンを動かすときは体重をかけないでアイロンの重さだけでかけてみてください。上下の輪をハサミで切ります。2本を持ち手に使います。1本ずつ丁寧にアイロンで折っていきます。まずは半分に折ります。一度開いて真ん中の折り筋に向かって布端を折って4等分に折ってみてください。持ち手の布の端にミシンでステッチをかけます。ミシンの針は14号を使っています。手芸屋さんで厚地用と書いてあるミシンの針を売っています。いつも縫っている普通地用の針だと針が折れてしまうので、必ず厚地用の針を使ってくださいね。糸は普通の糸で大丈夫です。ここは縫い目がとても目立ちやすいので丁寧にゆっくり縫います。先に布が分かれている方から縫うときれいに縫うことができます。表布と中布の脇はほどいた縫い目と同じところを上から下まで縫います。上のバッグ口のところは力がかかりやすく破れやすいので返し縫いをしっかりしておいてください。バッグ口の方から下の輪に向かって縫うと縫いずれていても分かりにくく上手に作ることができると思います。持ち手をつけるところの印をつけます。表布のバッグ口、脇の縫い代から6センチ中に入ったところに茶こで印をつけておいて布を表に返します。持ち手をつけていきます。
印の内側に紐の端が来るようにこのように仮止めをしておきます。紐がねじれないように必ず確認してくださいね。持ち手は片方が輪になっていて片方は縫い割れていると思います。輪の方を外側、縫い割れていた方を内側にするときれいにつけることができます。仮止めしたところをミシンで縫っておきます。表布の脇を肩倒しにしてアイロンで押さえておきます。表にひっくり返します。中布も同じように脇を肩倒しにしておきます。肩倒しにした縫い代がゴロつかないようにバック口を折り返しておきます。きれいに畳んでおいてくださいね。表布の中に中布を入れます。先ほど折った縫い代が重ならないように反対側に倒れるようにこのようにして中に入れてバック口を縫います。ここの縫い線がきちんとまっすぐ重なるようにきれいに整えて針を打っておいてくださいね。ここが揃っているときれいに出来上がっているように見えますよ。バック口をクリップでバランスよく挟んでおきます。クリップがない方は待ち針を打ってくださいね。このように中袋を少し上に出してずらして縫うとちょっと和風テイストのバッグに仕上がります。一度きちんと縫い代を整えてからミシンで縫ってください。中で縫い代がゴロゴロしていると後で直すことができません。中に手を突っ込んできれいにこのように伸ばしてからミシンをかけてくださいね。
ぐるっと一周バッグ口にミシンをかけていきます。ここはちょっと難しいかもしれないのでゆっくり縫ってみてください。柄のない後ろの方から縫うと出来上がった時に綺麗に出来上がります。表の布と中の布がずれるときは脇線の縫い代を折りたたんだところを少し大きめに畳んだりとか引っ張って広げて長さを合わせて縫ってくださいね。ちょっとカメラのアングルが悪くって針先が見えなくって申し訳ありません。早送りをしていますが少しずつ揃えながらゆっくりとバッグ口を縫っています。ここちょっと難しいので頑張って縫ってみてください。バッグ口を一周ぐるっと縫って出来上がりです。完成です。このように洋服に持っても着物を着た時のサブバッグにしても使いやすいバッグができました。帯の中では割と安く手に入る名古屋帯、持っていてもあまり使わないちょっと古い感じのデザインの帯を使ってバッグを作ってみました。帯のリメイクをしたくても着るのが怖くてやったことがない方もぜひチャレンジしてみてください。胴の部分のここの柄を使ったバッグは別の機会に紹介しようと思います。チャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。着物仕立てそうそうでした。